車が軽い。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。まひろです。さあ、まひちゃん、今日は、うん、我々ほら最近さ、はい、柴タイヤさんの応援で、うん、フォーミュラドリフトジャパンとか、あと D1 グランプリとか、よく取材行くじゃないですか。はい、よく走ってるでしょ、この車。よく走ってますよね。そうなんです。今日はこの S1 号シルビアなんですが、はい、皆さんね、シルビアって言ったら、もうターボ付きの、ね、ケーズ、もしくはスペック R で、ドリフトするとかね。そういう使い方が主な使い方だって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、今日の車は NA 車です。NA スペック S ってやつ。なし。はい。でもこのスペック S めちゃくちゃいいです。ターボないけど。そう。はい、ターボないけどこの車いいぞっていう部分をね、ちょっと市場も含めて皆さんにお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。トラスト企画広報部では一緒に会社の魅力を発信してくれる仲間を募集中。 YouTube に出演しなくても OK。 阿部ちゃん、まいしちゃんの撮影サポートや各種 SNS の更新、動画の編集など裏方スタッフも大歓迎。車に詳しくなくても興味があれば OK です。トラスト企画広報部で一緒に楽しく発信しませんか。どうもお願いします。さあということで、はい、今やもうドリフト競技でもこの車最前線で何年走るんですかっていう感じですよね。いや本当にね、あんなぶつかることとかもあるでしょうに、はい、残ってるんだなっていう、そんな使えるだけの車両がゾンビのようにゾンビのように溶接とフレーム修正を繰り返して継ぎはぎでいらないとこは切ってみたいなね、そんなね使い方をされる車なんだけど、はい、割とそういう車ってターボの車ですよね。ケーズっていうグレードか、S15 でいうとスペック R っていうグレードになるんですけど、今一度この NA のシルビアってめちゃくちゃいいんじゃないかと僕この車に少し乗って思ったわけです。はい、だってこのシルビアっていう車さ、車重も軽いし、この2ドアのコンパクトなクーペボディだし、要は今の GR86 とか、ああいう車と割と車体自体は近いわけですよね。だったら別に NA でも気持ちよく走れるんじゃないかって思うんです。はい、でこれね、今回お客様から買い取りした車なんですけど、このお客さん相当よく分かってる。よく分かってる、自分が言うのもあれなんですけど、はい、細かいとこ言うとね、NA の車ってターボの車より馬力少ないんですよ。馬力が少ない。はい。ターボ付きの車が純正250馬力だったんですけど、確かこのスペック S だと180馬力、200馬力ぐらいあったのかな。ちょっと少ないんですよね。はい。そういう差がある中で、このお客さんはこの NA 車にこだわって乗っていた。で割とさ、シルビアに乗られる方って、はい、1号だとね、だいたい18インチ17インチのタイヤ履いちゃうんですよ、はい、ホイールも、これなんと15インチです。もともと15でみんな、いやもともと17インチかな。あ、そうなんですか。ホイール17で、これインチダウンしてるんですよ。なぜだと思います、まいちゃん。なぜになんでだ。見当もつかないですね。見当つかないですか。格好とかじゃないんですよ、重量なんです。重量、はい、そんなインチで変わるんですか、重量。17インチ18インチになると、ホイールも重くなるし、タイヤも重くなるんですよ。単純に大きくなるからね。でこの15インチはめちゃめちゃ軽いんですよ。へえ。そこまでしてそこの部分で軽さを出すって感じなんですか。だから NA でエンジンが非力だから、格好見えの17、18は履かないで、もう走り重視の15インチ。っていうことはこの方すごい走ってたのか。そうなんですよ。運転席を見るとわかります。どれ見てください。オープン。あれなんかなんだこれ。なんか床鉄だし、なんかロールケージ入ってるし。覚えたね、名称。
はい。すごい。フロアカーペットございません。ございません。おー、すごい。後ろも、後ろも鉄が見えてる。鉄見えてます。鉄が見えてますよ。これ軽量化してますね。めちゃめちゃ軽量化されてますよ。はい。すごい。何これは。MR ホースパワー。なんでしょうこれは。なんだろう。馬力？ミスターホースパワー。あ、ミスター？はい。これトランクはどうなってるんでしょうか。お。よっ。あ、なんもないね。なんもないですね。ここもワイパーもともとあったんですかね。ワイパー取りましたね。これ軽量化ですね。その数グラム。すごい。これね結構ね、はい、デフとかクラッチとかもやってあって、はい、一緒に買い取りさせていただいたパーツもすごくあるんですね。ちょっとここに字幕で出します。どうぞ。見たい見たい見たい。ザザザッとはい、タイヤホイール他にも何セットとかね入れていただいてて、うんうんうん、このホイールも白でね、うん、すごいいいですね。そうですね。でこのね15インチを履いてることによってめちゃめちゃこうね軽快に動きますこの車。なんか現代のね、はい、チューニングカーの様式的にはね、うん、もう15インチって履かないですほぼ。履かない。履かない。うん、もう17、18、19当たり前です。うん、で特にかっこいいホイールも、うん、もう18インチ、19インチしかありませんみたいな。うん、もう非常に多いんだけれど、今一度このバネスタ重量の軽さ、うん、これはねちょっと体感してみたくないですか？体感してみたい。行ってみましょう。VTEC エンジンとまでいかないけど、はい、SR の NA って結構いい音するんですよね。うんうん、で多分この車相当軽快に走れますよ。ちょっと最初エアコンつけてみようか、はい、暑いから。ほらデフも入ってます。これ何に使ってたんだろう。ドリフトしてたのかな。してたんですかね。してたかもしれないですね。あ、すごい軽いもん車が軽い。86みたい。めっちゃ軽い。もうめっちゃ軽快。60キロまですぐですよ。本気モードですか？なんかさ、はい、同じスポーツカーだけど、うん、GTR にはこの感じないもん。うん、重い感じですか？どっしりだもんね。うんうん、このなんか軽くさ動く感じとかはさ、はい、すごいいいですよ。超楽しい。7200ぐらいまでビーンって回るね。すごい。助手席にいても分かるくらいの軽そうな感じね。本当軽い。なんかこういう車だよね求められるのは FR で。確かに全然速くないけど、うん、この軽くて曲がったりするのが楽しい。扱いきれるっていうかさ、はい、なんかどこにすっ飛んでいくか分かんないっていう感じでもないし、うん、おー、これはありなんじゃないですか。スペック S、スペック R しか認めないっていう人たちもいるけどね。今ほら時代的にさ、はい、そんなにガンガンにパワー出してっていう時代でもないじゃないですか。うん。
エコにさ、この S15 のでも3速入りづらいな。S15 のこの格好楽しんで、はい、こうやってひらひら軽く動く車で楽しむのってめちゃくちゃありだと思う。だけど、はい、18インチ履いたらダメです。ダメ？この軽快さは多分15インチだからあるんだと思うよ。18になったらじゃあ全然違うんだ。全然違うと思う。あとこれさ、はい、足回りすっごい硬いんだけど、うん、乗り心地悪くないじゃないですか。うん、全然悪くないですね。これはタイヤの扁平率が高いからなんですよ。結構タイヤ分厚かったでしょ。はい。だからなんですよ。そういうこと。これはいいですね。いいですね。ナイスですね。ナイスですね。あとターボに比べて壊れないしね。うんうん。燃費もいいしね。すごくありだと思いました。ということで、はい、NA の1号シルビアすげえいい。うん、すごい軽い感じでしたね、本当に。うん、軽く動く。でもこれが120万で買えれば最高ですね。買えないんですか？買えないっす。だったら ZN6 でいいんじゃないって思っちゃうところがこの今のこのネオクラ車を取り巻く状況なんですね。そうですよね。だって何十年前だ。結構前の車だから。もうだって30年くらい前ですよ、これ出てたのね。まあでもすごくシルビアってもうこのスタイリングがさ、他に変わりがないじゃないですか。そうですね。ZN6 もかっこいいけど、やっぱシルビアの方がかっこいいんですよ。みんなシルビア乗りたいの。ね。今若い人で ZN6 乗ってる人も全員シルビア乗りたいはず。同じ金額で買えるならね。いやそうですよね。やっぱシルビアも S15 も今高い。まあ高いですね。まあなんですけど今日のね動画で皆さんにお伝えしたいことはシルビアはねターボだけじゃないぞと、ねすごくいい車だぞっていうのと、あとはうちのねトラスト企画の代表があんまシルビアのこと好きじゃないんですけど、シルビアを好きじゃないわけじゃないんですけど。こうやって買い取りさせていただいてますよっていうところが皆さんに伝わってね、こういうふうに大切にされているシルビアオーナーの皆さんもお車手放す際はトラスト企画にもご一報いただけると嬉しいかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、トラスト企画広報部です。弊社で働きたい？確かにうちは新旧スポーツカーが大量に入ってくるし、特殊な福利厚生もあるし、自分で考えて仕事ができるから働いてて楽しい会社だけど、車が好きな20歳の女子採用。明日から会社に来てね、待ってるよ。